皆様こんにちは。宇治原実です。日本を元気に、日本人の美徳チャンネルです。本日のテーマです。東京裁判を根底から否定した京西弁護人の強弁です。東京裁判で日本人弁護団副団長を務めた京西弁護人の活躍をご紹介いたします。この裁判を始めにあたり、最も重要な点を彼は指摘しました。裁判の管轄権問題です。裁判を行う権限がないと初めに主張したのです。裁判官がこれに答えなければ一歩も先に進めない。彼が弁明し始めた時の映像がありますので、その雰囲気が伝わればとご紹介させていただきます。わずか1分です。それではご覧ください。我が国の大国に対して犯した戦争犯罪というものは、この裁判所において裁判さるべきものではないのであります。適せない、範囲外の権限のないことでありますのから、証拠を要請として直ちに排斥されることを問います。直接的な逮捕の結果を全世界を拘束してもらいます。ないことは、そう私が皆さんの中の問題です。はじめに裁判の管轄権がないと述べました。次に連合国11カ国が列席していますが、本裁判に該当しない国は即刻退場するようにと檄を飛ばしたのです。京西弁護人は小柄ですが、伸び上がるように、また時折陳述台を叩いたり、両手を上げて熱弁を振るっています。ウェブ裁判長は感情論だと遮ろうとしました。彼は意に介さず、この裁判の不当性を訴えました。これから日本軍を裁こうと意気込んだ連合国裁判官たちの出花を彼はくじいたのです。平和に対する罪や人道に対する罪など、ポツダム宣言受諾後に本法廷のために考え出された戦争犯罪は事後法であり、この法廷で裁く権限はない。また、日本はポツダム宣言という連合国が示した降伏条件を受け入れて降伏したのだから、勝者も敗者もこれを守る義務があると主張したのです。法の下に平等に置かれなければならないと、東京裁判が勝者による復讐の裁判であると批判しました。実に見事です。京西氏は日本側弁護人として実質の代表者でした。東京裁判を最もよく知る人です。ここで彼の著書をご紹介します。タイトルは広く東京裁判、副題として、それは法による復讐であった。彼が異議申し立てをした直後の抜粋です。この後、法廷は一旦閉廷し、数日間休廷して裁判官の会議を開いた。管轄権動議提出の5日後、裁判長は管轄権に関する全ての動議を却下する。その理由は将来説明すると言って強引にその場を切り抜けた。そうすると遅くとも判決の時までにはこの国際法上の問題が詳しく述べられるものと考えて、我々も被告たちも待っていたのであるが、判決文にはそれと思われるところはなかった。以上です。いつまでも待っているところに日本人の人の良さがありますが、甘すぎますね。その時厳しく追及すれば時代は変わっていたかもしれません。裁判官たちがいかに苦慮したことか、日本を裁くのにいかに無理があったかという証拠です。最後まで説明がつかないご了承の裁判、いやリンチでした。事実、ウェブ裁判長自身が後日、平和に対する罪は事後法であるから、これだけで死刑は適当ではないと述べているのです。清瀬弁護人はキーナン首席検事と激しくぶつかり合います。キーナンは威圧的に次のような意味のことを語りました。日本は無条件降伏したのだから、すべくへ言うな。そこで清瀬弁護人は猛烈に反撃に出ます。日本は無条件降伏したのではない。その証拠にポツダム宣言第13条にこのように記されているではないか。我らは日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右行動における同政府、日本国政府の誠意につき、適当かつ十分なる保障を提供せんことを
同政府、日本政府に対し要求する。京瀬氏は主張します。無条件降伏したのは軍隊のみである。日本政府については条件付きで降伏したのである。事実、ポツダム宣言の原案を作成した米国陸軍長官スティムソンは、日本は立憲君主制を維持することができる旨の規定を設け、天皇制の存続を認めていたのです。認めなければ日本を統治することはできない。日本国民全体が反乱を起こし、収めることは不可能と判断したのです。清瀬氏は次のように述べています。あの当時は日本の新聞その他が日本は無条件降伏したのだと宣伝し、こういう議論、つまり条件付きは世間の耳には入らなかった。ここは注目です。日本のマスコミはその当時から GHQ と共謀し、世論操作をして日本を貶めていたのです。売国行為です。条件付き降伏なら権利主張が当然ながらできたのです。今日日本人が隣国から無理難題を言われてもなかなか反論をしないのも無条件降伏したと刷り込まれた結果です。無条件降伏したのだから何をされても仕方がないと諦めが先に立ちます。戦後77年、いかに日本人が洗脳されてきたことか、日本のマスコミが当時も今も世論操作をしている事実に愕然とします。受け売りではなく、情報を正しく判断する力を養うことから、日本の自立と独立が始まると私は信じます。皆様はいかがお考えでしょうか。それでは次回のご案内です。東京裁判、アメリカ人弁護士たちの勇気に救われた永久戦犯たちです。チャンネル登録のベルマークとグッドボタンを押していただければ自動で通知が送られます。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。